どうもこんにちは。今日はこの靴修理と染め替えやっていきます。かなり履き倒してあげますね。この靴は何かというと、去年のキッシュナンバーズコレクションを作る前に試作したプレーントーンの靴です。既製靴ラスト使っていいとこに作ったんですけど、かなり履き倒してて、ソール周り、アッパー周り結構ダメージがあるので、修理してアッパーは少し色を濃く染め替えてイメチェンしていきたいと思います。この靴は去年の6月ぐらいですかねに完成した靴です。こんな感じの薄い黄色っぽいカーフで製作したんですけど、いとこがガンガン入ってアッパーのスレだったりハーフラバーがもうなくなっちゃってたりヒールもうないですねという感じで修理のタイミングなのでやっていきます。で1年半前の靴ということで結構作りも甘かったりするんですけど、履くには全然問題ないので直していきます。でアッパーもともと薄い色ということで要望だったので、気に入って履いてたみたいなんですけど、ちょっと汚れも目立つしイメチェンしたいということで少し濃く茶色に染めていきます。ソール周りアッパー全部やってきれいにリフレッシュします。じゃあまず木型を入れます。ちょっとワンサイズ小さい木型をもう一度靴に履かせます。これ入ってる方がこのソール周りの修理がすごいやりやすいんでね、ヒールを剥がしていきます。ハーフラバーも剥がします。この中心部がもうほぼ厚みがなくて、まさに替え時でしたね。穴開く寸前です。指で穴開くぐらいからね、こんな感じでもうすごく薄くなってました。ハーフラバーもともとついてたのと同じこれ貼るんですけど、色違いますけどね、ここウエストの部分こう丸くしてあるのでこのままだと貼り付かないんですよね。なのでちょっとこのソールの形を取ります。このラバーの裏面のこのウエスト部分は少し薄くついてきます。そしたらこの面接着剤つけるのでヤスリで荒らしていきます。じゃあ糊塗っていきます。ラバー側にも糊塗ります。ハーフラバーこのままでちょっと硬くて貼りづらいので温めてゴムを柔らかくします。ウエスト部分の丸いカットに合わせてぴったり沿うように貼ります。
で少しこんな感じでウェルトとソールにズレが出てるところがあります。こういうところで少し段差出てますよね。でちょっと気になるんで包丁で少し削ります。ウェルトには触れません。ウェルトなくなるとどんどんコバ狭まっていって修理の可能性が減っていくので、ちょっとはみ出しているソールだけを少し削ります。まあもう履いて結構コバとかもダメージあるんで完璧に元の状態に戻すっていうわけじゃないんですけど、ある程度は綺麗にしといた方が今回染め替えてイメチェンしてガラッと雰囲気変わるので、かなりリフレッシュした印象出ると思います。あんまりね綺麗にやりすぎようと思っても逆に靴にダメージを与える方向に行くので、きれいにする程度でとどめておきます。水をつけます。そして紙やすりで一定方向の力を、今だと進む方向に力をかけていくと繊維が同じ方向に潰れて締まってくるというか、なのでこんな感じでヤスリがけしただけでちょっと光沢感が出るぐらいになります。水つけて柔らかくなった皮を押しつぶしている感じ。この靴完成時はウェルト、この靴の完成時はコバナチュラルだったんですけど、今回色を入れます。茶色のコバインキ。ローをコバに塗っていきます。温めたコテを当ててローとかします。作る時のコテ当てかなりシビアに当てるんですけど、これはこれはある程度でいいでしょう。ローとかしてちょっと染み込ませていく感じで。布で磨きます。
はい、今こんな感じでそれなりに光沢が出て綺麗になったんで、ソールの復旧作業は完了です。では次はアッパーの染め替えやっていきます。染める前にライニングを色つかないようにマスキングしておきました。それとこの靴出し糸が白いので染まらないように糸もマスキングしておきました。染め替えやっていくんですけど、この薄め液アルコールですね、これを布に取って表面の汚れだったり油だったりを落としていきます。ここなんか黒いですね。まあ多分しっかりは落ちないと思うんですけど、ここから茶色くしていくので汚れとかは目立たなくなると思います。染料これ使います。レザーダイ。このままだと濃いので容器に出して薄めて使っていきます。そのまま使うとちょっと色味が微妙なんで、少しだけ青とか緑とか入れて調整します。じゃあ染めていきます。今回なるべく均一に染めたい。なかなか難しいですけどね。どうしてもね、傷とかね、かなり擦れて銀面が毛羽立ってるようなところはちょっと色がね、やっぱ吸収が良くてちょっと濃く染まるんですけど、そういう傷とかに関しては結構ね、こう色の違いは出てるんですけど、全体的な感じとしては結構均一に染まってきたかなと思います。ミディアムブラウンな感じで染めました。ここかなり黒かったの、ちょっとね黒っぽく残ってるんですけど、だいぶ目立たなくなりましたね。やっぱりね、こういうとこなんですよ。かかとすってるんですよね。こういうとこちょっと色が濃く入ったりとか、若干クラックっぽくなってるところとか、こういうとこね色が少し濃く入る。つま先ですね、つま先の傷とか黒っぽくなるんですけど、でも全体的にまあまあそれなりにいい感じに染まったかなと思います。でもう結構履き込んである靴なので、染めるとなんていうかね、エイジングが進んだようなこの辺とかがすごくね雰囲気あるんですよね。色が細かく入ったり入らなかったりして、革のこの経年変化の感じが分かります。すごい綺麗というよりは、履き込まれた感じはすごく出てるんですけど、僕は結構好きです。迫力がこうにじみ出るような感じで磨くんですけど、かなり今もともとカサカサだったプラスアルコールでやってね、すごく革の状態良くないのでクリームしっかり入れていきます。このサフィールのレノベータークリーム、かなりとろっとしてるクリームなんですけど、これを塗り込んでたっぷり塗り込んで一晩ちょっと放置したいと思います。一晩置いたので仕上げの磨きやっていきます。ダークブラウンの乳化性クリーム塗っていきます。
木型を抜きます。最後につま先に軽くワックスのせていきます。最後にマスキングを取ります。茶色のロー引きの平紐を新しく入れます。はい、ということで完成しました。最初とは全然違った雰囲気の靴になりました。作業内容としてはハーフラバー、ヒールともにも寿命を迎えてたので、どっちも新品に交換しました。それとヒールですね、完成時にローで光沢出してるんですけども、履いてるうちにだんだんね水に濡れてちょっと毛羽立ってきたりしてちょっとガサガサな感じになっていくので、もう一回削って色入れてローを入れ直して、こんな感じである程度ですけど綺麗に見た目すっきりになるように復旧しました。そしてアッパー、もともと黄色っぽかったのがさらに色あせて結構擦れた感じになってたんですけど、ブラウンの染料を使って染め替えました。やっぱりね、僕ねそんなに染め替えうまくないというか、そんなに経験もないのであんま上手じゃないですね。全体の色味としてはそれなりに綺麗にはなってるんですけど、特にかかととかつま先よく擦れる部分なんかは色の入り具合部分でちょっと差が出ちゃうという感じですね。もちろんねもう履いてあるので、しかもかなり履き込んであるので綺麗に修理したといっても元の状態に戻らないですよね、当たり前ですけど。で逆にそれがその革製品の良さ、履き込んだ証だったりするので、よりオーラが出てツヤもねやっぱりね最初よりもね光りますね。かっこよく育ってきてると言えるんじゃないかと思います。でこの靴出し縫いの糸が白いんですよね。で今回染めてもよかったんですけど、ちょっとこの靴の個性でもあるので染めずに残しました。それとこのパイピングの部分、これがちょっと顔料強めの革を使ってて、色がね染料だと入んないんですよね。もっと顔料を先に落としてからやれば入るんですけど、この色が薄いのはこれはこれでいいかなと思って、カジュアルで可愛い感じもあるのでこのままでいくことにしました。なので雰囲気は変わりつつもカジュアルなちょっと軽快な感じもあるかなと思います。でこの靴を履いてるいとこは大学生だったんですけど、来年から就職するということで、就職でスーツだとちょっとね元の色だとかなり使いにくいですけど、この色だったら全然使えますよね。これからもいとこの足元で活躍してほしいと思います。久しぶりに靴の修理の動画を出しました。普段制作ばっかやってますけど、もちろん修理もできます。今後ビスポークとかナンバーズコレクションとか軽い修理、例えばトップリフトの修理とかだったら全然街の修理屋さんでできると思うんですけど、今やったような全体のリフレッシュだったり、あとオールソール交換みたいな場合はやっぱり僕に戻してくれるのが一番、いいとは思うので、今まで靴買ってくれた方、今後靴買っていただく方、しっかりやりますのでご安心ください。ということで修理動画でした。ではまた。